暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは。お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は捨てられない人生にさよならする片付けというテーマについて、吉垣正幸さん著、捨てる達人、収納名人、すっきり暮らす50の鉄則をもとに考察していきます。実は今回の著者、吉垣正幸さんとその家族は片付けが苦手です。父親は物資のない時代に育ち、物を捨てにくく、弟は収集癖があり、吉垣さん自身も何でも取っておく性格。こういった片付けの悪条件が揃った中で、吉垣さんは片付けに取り組みました。本書は自身の日々の奮闘や学んだことを誰かのために役立てたいと思い書いたそうです。どんな条件でも片付けはできると勇気づけ、私たちにアドバイスをくれる一冊です。一言で言うと、物を手放すことを知るです。なぜ物を取っておいてしまうのか。それは物を捨てるということを知らないからだと話す吉垣さん。物を手放す方法がわからないとどんどん積もっていき、大掛かりな片付けに発展してしまうかもしれません。そうなればお金も時間も今よりかかってしまうなんてことに。そこでまずは片付けの基本として物を手放す方法を知ることが大切です。手放すという行為は慣れないうちは精神的なプレッシャーがかかるものです。捨てる、捨てないの二者択一は物を手放すのが苦手な人にとって精神的な負担になるのです。二者択一で身動きが取れなくなるよりも、とりあえずでも片付け作業を進めることが肝心とも述べています。吉垣さんがこれまで経験してきた方法は、どれも片付けに行き詰まったことのある人に響く内容ばかりです。物を手放す方法について、さらに詳しく見ていきましょう。本日のお品書きはこのようになっています。捨てられない人生にさよならするための方法について、3つのポイントにまとめてみました。1、古いものよりも新しいものを手放す。2、捨てる判断は勢いが大事。3、大きなものを手放すための心構え。それでは参りましょう。まずはじめに、1、古いものよりも新しいものを手放すについて解説していきます。最も初歩的な片付けの方法は、散らかったものをどこかに押し込むことだという吉垣さん。そんなことをしても解決にならないのではないかと考えるかもしれませんが、無理やりにでも押し込む形で片付いた状態を目指せるかがポイントになります。そこで必要になってくるのは、物を押し込むことができる空間や場所です。吉垣さんはここを裏方と表現しています。部屋が散らかっていると気になるかもしれませんが、先に裏方を片付けることで押し込んでおく場所を確保することができるようになります。裏方に散らかったものを収納するスペースの確保を優先してから片付け始めるということですね。そして裏方を片付け始めると、捨てづらいものが必ず出てきます。そういう時は昔の思い出が染み込んだ古いものから手をつけるのではなく、ほぼ使っていない試蔵品の中でも比較的新しいものから手をつけていくことをお勧めしています。古ければ古いほど取捨選択をくぐり抜けてきたものたちなので、捨てづらいと話す吉垣さん。新しいものよりも古いものを捨てたい気持ちがあるとは思いますが、古くて思い入れのあるものを後回しにすることが、物を減らしていく上では必要になってきます。例えば、学生時代の手紙よりも、2、3年前の年賀状を捨てるのがベストなのだとか。ここでは、裏方の片付けから始めて、数年前の不要なものから手放していくということを覚えておきましょう。続いて、2、捨てる判断は勢いが大事について解説していきます。吉垣さんは、物を手放す際の判断について、勢いをつけることが大事だと述べています。物を手放すのに慣れないうちは、なかなか捨てづらく、半日かかって1個、2個しか捨てられないということになりがちです。しかし、そこで手を緩めないでほしいという吉垣さん。
長時間捨てる捨てないと悩んでいるうちにだんだんと悩むのが面倒になってくるそう。そこで徐々に捨てる判断がつき始めるのだと語っています。最初の一つ二つを捨てるのが一番大変なのですが、そこを過ぎると捨てるという判断が加速度的に速くなるとのこと。一度勢いに乗ったらせっせと続けてみましょう。勢いがつく前にできないと諦めてしまうのが一番損なことですね。捨てられないうちは半日、できれば1日、今日は捨てるぞの日を作ってみると良いそうです。捨てるぞと決めても大して捨てられない時も大丈夫だと励ましてくれている吉垣さん。その場合はあまり日を置かず別の日に挑戦してみてほしいのだそう。そうすれば前の時よりも早く捨てる判断ができるようになっていると語っています。ぜひ諦めずにチャレンジしてみてください。最後に3、大きなものを手放すための心構えについて解説していきます。大きなものを手放せない原因として手間やお金がかかることが挙げられます。多くの人はそれが嫌でためらっていると語る吉垣さん。捨てようと思っているけど捨てるのにお金がかかるしと二の足を踏んでいては時間を無駄にしていると吉垣さんは話します。処分費用がかかるのはもったいないと思うかもしれませんが、大きなものを処分するのは労力がかかります。この前提が抜け落ちてしまっているとなかなか進みません。相応のお金がかかるのは当然であるということ、そしてお金を払えば処分してもらえるというのはありがたいことなのだと吉垣さんは語っています。大きなものを処分するときはお金を惜しまないことが肝心です。捨てようと思っているものはお金がかかろうと断固として捨てる。また大きな不要品を友人や知人にあげる場合も同じです。自力で運ぼうとすれば重いし、面倒だとためらってしまいがちですよね。こういった時は宅配業者のサービスを使うことを吉垣さんはお勧めしています。宅配業者のサービスなので梱包も不要で引っ越し感覚で重い荷物を運んでくれます。例えば黒猫ヤマトの家具家電移動サービスや楽々家財宅急便、私の引っ越しなど、料金がかかっても電話一本でことが済んでしまう便利さは代え難いものですね。自力で動かす手間や時間、労力、そしてためらっている時間はただではありません。大きなものを動かすのにはコストがかかることを肝に銘じて片付けに踏み切りましょう。お金と片付けに対して吉垣さんはこのように述べています。お金持ちは何にお金をかけると良いか分かっているからお金持ちになれる。貧乏人は深く考えずお金を使ってしまうからいつまで経ってもお金持ちになれない。さらに言うとつまらないものばかり買い込んで、さらにその維持に貴重な時間を費やしているようではお金持ちになれそうもない。なるほど、お金や時間の使い方は片付けと関係していそうですね。何が本当に大切なものなのか見直すきっかけにしてみてくださいね。ではこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず古くて思い入れのあるものは後回しにして比較的新しいものから手放そうということ。次に捨てられないと悩む前にまずは1個2個捨てて勢いをつけていこうということ。そして処分には費用がかかることを理解し時間を無駄にしない片付けをしようということでした。捨てられない人生にさよならする片付けの解説はいかがでしたでしょうか。概要欄に本や著者についてリンクを載せてあります。本書が気になったら読んでみてくださいね。お片付け研究室チャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しています。チャンネル登録をして新情報をゲットしてくださいね。それでは次回の研究動画でまたお会いしましょう。